変よギタリストのゆうきです。はい、今回はこちらドナーハッシュ X ライブギターをレビューいたします。このギターはヘッドレスのコンパクトなトラベルギターなんですが、特徴的なのは着脱式のスピーカーアンプモジュールがついていることです。このギター本体にスピーカーを取り付けることで外部アンプなしでも音が出ます。しかもヘッドホンをつけて静かに練習をしたり、スマホから Bluetooth で伴奏を流して合わせて弾いたりすることもできます。今回は本体と付属品、本体の作り、スタンドの取り付け、スピーカーアンプモジュール、デモ演奏、5種類のアンプモデル、Bluetooth 伴奏、弾き心地、良かったことと気になること、この順番で見ていきます。それではどうぞ。まず本体と付属品です。中にはギター本体、スタンド、スピーカー、ギターケース、ネック調節用レンチ、ブリッジや弦周りの調節用のレンチ、チューナー、オーディオ接続ケーブル、充電ケーブル、ピックなどが全部入っております。トラベルギターとして使うためのケースであったり、骨調整する用の工具も一緒に入っているので、最初のセットとしてはかなりまとまっています。この本体はこんな感じでハッシュシリーズらしいヘッドレスになっております。このね、ヘッドがないので、普通のエレキギターよりもこの分短くなってて、ケースに入れた時も場所を取りにくいです。ちょっとね、ボディがコンパクトになってて薄さがあるので、腕をちょっとね、置くところが少ないっていう点はあるんですけれども、ここのスケール感だけで言えば、思ったより普通のギターに近いです。ネック側とブリッジ側にピックアップがあって、ボリュームとトーンのノブも搭載されてます。工場出荷時はこんな感じでスタンドであったりとかスピーカーアンプモジュールが取り付けられてない状態です。取り付けるときはスタンド側とギター本体の向きを確認して本体のベース部分にしっかり差し込みます。こんな感じでスポッと入るようになってます。しっかり奥まで入ってるか確認してから使用しましょう。次にスピーカーアンプモジュールです。取り付けるときはスピーカーの溝をギター本体の取り付け台レールに沿わせます。そこからヘッドの方向にスライドすると固定されます。外すときはスピーカー前面の解除ボタンを押しながらレールに沿って後方にスライドさせると取り外すことができます。そして接続ケーブルを使って本体とアンプモジュールを接続します。このモジュールがあることで外部アンプなしで音を出すことができます。このアンプを出さなくてもそのまま弾ける。これがハッシュ X ライブギターの一番わかりやすい魅力です。操作系も見ていきます。大きいノブは電源、バッテリーインジケーター、総ボリュームを兼ねています。長押しでスピーカーのオン・オフ回すとスピーカー出力の音量調節になります。その下にモジュレーション、ディレイ、リバーブ、アンプ、トーン、ゲインがあります。アンプでは好きなスピーカーモデルを選ぶことができます。さらに裏側にタップボタン、Bluetooth ボタン、ノイズゲートボタンがあります。ハッシュ X ライブギターには5種類のアンプモデルが入ってます。モジュレーション、ディレイ、リバーブ、あとゲイン、トーン、ノイズゲートをいじることができるようになってます。ディレイはこの裏側のタップボタンを組み合わせて間隔を調整することができます。
ノイズゲートはこのゲートボタンを押すことでオンオフすることができます。押していくとロー、ミドル、ハイで感度を変えることができます。歪ました時にノイズゲートとかつけてあげると弾きやすくなります。はい、次に Bluetooth 接続もできます。裏側の BT って書いてある Bluetooth ボタンを押すとペアリング状態になるので、携帯側の Bluetooth のリストから #X ライブギターを選択します。これ接続できると携帯側から流した音をギターのスピーカー側で再生することができます。例えばバッキングトラック、自分で作ったデモ、コピーしたい曲を流しながらその上にギターを合わせて練習することができます。端子周りも確認しておきましょう。タイプ C、USB は充電用です。イヤホンポートは静かに練習したい時にイヤホン、ヘッドホンなどを接続して使うことができます。アウトポートはモニタリング機器などに出力するための端子です。インポートはギターを出力するための入力端子です。なのでただスピーカーで鳴らすだけじゃなくってヘッドホンで練習したり外部機器への出力もできます。あとは10分間信号がない場合に自動でオフになる機能がついてます。はい、でね、弾き心地についてです。見た目はねかなりコンパクトではありつつも、左手側で言えば弾いた感じは普通のギターに近いです。私的にヘッドレスやけど別にヘッド周りとかネック周りが極端に特殊みたいな感じは全くしませんでした。むしろね、弾いてて頭ボーンってぶつけちゃうみたいなことがないのはもう本当に心の安心ですね。ただやっぱりトラベルギターっていうことでコンパクトであったりとか軽量化がされている面はメリットではあるんですけれども、私的に特にこの右側が普通のギターと全く同じバランスということではないので、腕の置き方、体の当たり方のバランスの取り方っていうのは慣れが必要です。次、持ち運びやすさ。ヘッドレスで本体が短くてケースにも収めやすいので普通のギターより気軽に持ち運ぶことができます。家での練習はもちろん、旅行先であったりとか野外での演奏とか、仕事、スタジオ前の軽い練習とかにも向いてると思います。個人的には守備範囲がとても広いと思うので、メインギターを置き換えるっていうよりかは、すぐ弾けるサブギター、外に持ち出す練習用のギター、アイデアを確認する用のギターとしてかなり相性がいいと思いました。はい、ここからは私が使いやすいなと思った設定をご紹介していきます。いかがだったでしょうか。皆さんならどのアンプモデルを一番使いたいと思いますか？で、ちなみに#X ライブにはプロモデルも展開されています。こちらはみやびさんとのコラボモデルになっていて、アンプモデルやエフェクトなど音作りの機能をさらに強化したちょっといい上位モデルという位置づけです。通常版を気軽にすぐ弾けるモデルとしたら、プロの方は音作りと演奏性を強化したモデルという風に言えます。こうやって見比べてもらうと部分部分でデザインの違いがあったりとか、みやびコラボモデルらしいデザインもされています。あと違う点を言うとするならば、スピーカーアンプモジュールの部分をスタンドに切り替えてあげたりとか、持ち運びやすさ、演奏しやすさを両立しやすい風に落とし込まれているモデルですね。では実際に演奏も聴いてみましょう。
は実際に使って良かったところをまとめます。まず1つ目は、音を出すまでに準備が楽なことです。やっぱりギターを練習するにおいて、すぐ演奏する体勢に入れる、すぐ音が出せるっていうのが上達する上で一番大事なことです。この 8X ライブギターは、ギターを持ってスタンドとスピーカーをつけて電源をオンすればそのまますぐ弾けます。もうこれは練習のハードルかなり下がると思います。2つ目はトラベルギターとしての完成度です。コンパクトでありながらも、なるべく実際の普通のギターを弾いた時の感覚に近づけるために、やっぱスタンドをつけてちゃんと右腕の置き場を作るであったりとか、そういう配慮がなされているなと思いました。あとはヘッドレスでありながらも、ボディとこの頭の部分の重さのバランスっていうのも全然問題なく整えられているなと思いました。3つ目は演奏機能がしっかりまとまっていることです。ただね、音出せるだけではなくて、5種類のアンプモデル、エフェクトからノイズゲートまで、伴奏が欲しいなと思ったら Bluetooth 接続でスピーカーから流したりとか、今日は静かにやりたいなと思ったらヘッドホンをつけたりとか、家でも外でもフレーズ作りだったりとか練習する上でかなり便利です。逆に気になったところをお話ししておきます。まずね、内蔵スピーカーはあくまで練習用として考えるのがいいです。見てもらっても分かる通り、小型の持ち運びやすいスピーカーになっているので、ライブ用のアンプみたいな感じで、もう低音の迫力であったりとか、空気感を求めるのであれば、もうそれは外部出力を使った方がいいと思います。あとはやっぱり若干普通のギターとは感覚が違います。普段ね、どんなギターをメインギターに使ってるかによってこれは個人差が出てくると思うんですけど、私の場合はレスポールを使っているので、結構しっかり右腕の置き場があるようなモデルです。なのでもう今回のこのトラベルギター、薄くて軽くて持ち運びやすい、そこはめちゃくちゃいいんですけど、やっぱり右腕がねしっかり置けるわけではないので、私も若干まだ慣れてないのもあって疲労感がありました。ただこの辺りはトラベルギターとしての特徴に付随してくるような部分だと思ってます。このドナー 8X ライブギター、どんな人におすすめかというと、1、家で気軽にすぐ練習したい人、アンプとかエフェクターを毎回準備するのはやっぱりまあまあ面倒やんな、もうすぐ弾ける環境が欲しい人にはおすすめです。2つ目、旅行先とか出先でもギターを持って行って演奏をしたい人。普通のギターやとやっぱり重さがあったりとか大きかったりするけど、ケースだけ見たらほんまにこれギター入ってんのってぐらいコンパクトな 8X ライブギターであれば、ある程度弾きやすさも保証されていて、外で弾きたい人にも合うと思います。3つ目、デザインが激刺さりな人。これ私なんです本当に結構ね、デザインが近未来的で好きで、このなんかこうギターの本来の曲線を活かしながら面が抜いてあったりとか、これは多分軽量化に伴うデザインではあると思うんですけど、これがすごく私は好きです。この全体的なマット感であったりとか、ヘッドレスがないパッと目を引くようなデザイン、正直持ってるだけでテンション上がります。はい、この3つの特徴に当てはまる人は 8X ライブギター一度ご検討ください。気になった方は概要欄をチェックしてください。はい、今回はドナー 8X ライブギターをレビューしました。普段はこんな感じでレビュー動画であったりとか、メインは弾いてみた動画を上げているので、よかったらご覧ください。動画がいいな、参考になるなって思った人はチャンネル登録、高評価、ハイプをお願いいたします。そして私メンバーシップもやっております。こちらでは限定の動画であったりとか画像であったりとか、あとディスコードでコミュニティがあったりするので、ご興味のある方はぜひご検討ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ギタリストゆうきでした。バイバーイ。